真犯人はお前だ。バレてしまった。と言って、刑務所に行って、そして出所した人がいるとします。前科者になってしまったその人の人生はもう救われないのでしょうか。犯罪を犯してしまう人は世界中に存在します。未だに犯罪はなくなりません。改めまして、こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正恵です。この動画を見ていただきありがとうございます。超越瞑想はインドで5000年以上前から伝えられていて、インドのモディ首相をはじめ7つの習慣の著書で今は他界されましたが、スティーブン・コビー氏や昔懐かしいビーチボーイズのメンバーも超越瞑想を学ばれました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。さて、今回は犯罪者の更生の話です。正直言って犯罪者の更生については現状はよく知りません。ただ過去に犯罪を犯してしまった人と話をする機会もありますし、未成年の時に少年院に入っていたという経験を持つ知人もいます。犯罪者といってもピンからキリまでいて、つい不本意だったという人や、犯罪してもいいやと思っている人、あるいは自分で犯罪だと気がつかない人など、いろいろな人がいますね。犯罪というと暴力的なイメージがある気もしますが、サイバー攻撃のような知的犯罪もありますし、詐欺や窃盗など他人に迷惑をかけたり、あるいは何かの判断ミスで犯罪になってしまうこともあります。さて、超越瞑想は海外の刑務所で導入されていろいろと効果があったという報告がありますので、それについて紹介をします。以前グループで瞑想を行うと犯罪の予防に効果があるという話をしましたが、更生にも効果があることが研究から分かってきています。それでは最初のグラフです。これは常習的犯行の減少です。超越瞑想を実践している人は対象群と比べると釈放後の常習的な犯行が減少しています。犯罪を犯さないというのは本人にとって良いことですし、被害者が減るという点でもいいですよね。では次です。これは否定性の減少についてです。否定性というのは、例えば他人を否定したり、自分を否定することです。囚人として刑務所に入って、対象群は否定性が増えていますが、超越瞑想を実践している人は否定性が減少しています。この内容は詳細には分かりませんが、自分が行った犯罪を肯定しているということではないと思います。否定的で後ろ向きな感情が減ったのではないでしょうか。はい、次ですね。重犯罪人の再犯率の減少です。これは私は元データを持っていませんので、参考に見ていただければと思います。重犯の定義や状況などは元の研究では明らかになっているはずです。次もグラフの紹介だけですが、このようなものもあります。囚人の攻撃性の減少ですね。超越瞑想を実践すると攻撃性が減るということです。ちなみにここに書かれているピーチが 0.005 未満というのは、同じ条件で実験を行った時の確率を示しています。0.05 未満は有意差ありということで、5% の確率で同じ結果が得られるということを表しています。ただこれは参考値と考える方々もいますので、今回はこういう結果が出たという程度で考えていただいてもいいと思います。今後さらにいろいろな研究が進むと思います。ちなみに超越瞑想に関する科学的な研究については、こちらのような書籍にまとめられていますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、
読んでみていただければと思います。はい、それでは次です。再犯率の減少です。この研究はカリフォルニア州矯正局から仮釈放を許された凶悪犯罪者のうち、刑務所内で超越瞑想を学んだ259人の男性と、注意深く選ばれた対象群と仮釈放後の5年間にわたり毎年比較した研究です。超越瞑想を学んだ者は新たに服役する数が少なく、仮釈放として望ましい結果になりました。従来行っていた刑務所内教育、職業訓練及び心理療法では再犯を確実に減らすことはできませんでしたが、超越瞑想プログラムは仮釈放後1年から5年の間の再犯を減らしています。ただしこれはあくまでも減ったということで、なくなったということではありません。超越瞑想の効果については個人差もありますし、万能薬ではありません。ただ何もしないよりも効果があるのは確かです。次は飲酒と薬物使用の減少です。こちらです。超越瞑想プログラムの実践を無作為に選んだグループと対象群の比較を行ったものです。超越瞑想を平均19ヶ月実習した後に、全ての薬物の使用量が著しく減少したのに対し、対象群の使用量には同じ期間中変化がありませんでした。瞑想期間の長さと瞑想の規則性は、薬の使用量の減少と性の相関を示しています。これ以外にも研究データがあるのですが、あらゆる種類の薬の使用が減少することが、これに関わる24の研究により明らかになっているそうです。そうですね。私はたまたまかもしれませんが、これらはないですね。お酒とタバコはやめて、カフェインも取らないようにしています。マリファナは手に入りませんし、特に薬も飲んでいません。ただお酒を飲んだりタバコを吸って楽しく過ごすのはいいかなって思いますし、コーヒーも好きです。デカフェはよく飲みます。依存的でなくなるということかもしれませんが、薬物の摂取、取りすぎですね。それで困っている人には参考になるかもしれません。今回は犯罪者の更生というテーマですが、薬物依存と犯罪との関係があると思うので紹介しました。みんながお酒を飲んで楽しくしている時に別に飲まなくても楽しいんですけれども、飲みすぎた次の日が辛いので、それを考えると飲まなくてもいいのかなって思っています。本当は超越瞑想で薬物をやめられます、綺麗な体になりますと言いたいところですが、どちらかというと本人が楽しく過ごしていればそれでいいんじゃないかなって思うところもあります。私も仕事をしないでのんびりと過ごしたり、船で旅行に行くときにはお酒とタバコは復活するかもしれません。わかりません。とりあえずこういうデータがあります。では次です。これは以前も紹介したかもしれませんが、犯罪率の低下についてです。人口の 1% 以上が超越瞑想を実践している都市においては、犯罪率が低下したという研究結果です。犯罪者の構成というのとは少し違うのですが、犯罪というのは社会的な環境の影響も受けますので、その環境の改善に効果があるというデータです。そして最後のデータは人格の成長です。超越瞑想を実践している被験者たちは、開始前と開始後2ヶ月目にテストを受けました。超越瞑想をしていない対象群と比較すると、超越瞑想のグループには次の項目において優位な肯定的変化が見られました。内面思考性、時間能力、自己実現、自発性、自分の必要に対する感受性、自己需要、温かい人間関係の能力。ここで使用したテストはパーソナルオリエンテーションイベントリー POI ですね。POI を使用した他の2つのテストでもこれと同様の結果が得られています。この POI というのは
マズローの自己実現の概念を測定するためにショストロムという人によって開発されたものです。マズローは自己実現を次のようなものとして定義しています。一部を紹介しますね。高いレベルの成熟、健康、満足、明確で効率的な現実の知覚、人格の統合、全体性、自発性、表現の豊かさ、活発さの増大、自己の客観性、無執着、具体性と抽象性を統合する能力、愛する能力などですね。超越瞑想によって生み出される様々な人格の変化は、健康で自己実現された人格として一般的に認められている方向にあります。さて最後に一言。実は犯罪者の更生についてのゴールは刑務所がなくなることです。犯罪というのは環境だったり自分の弱さと言われることがあります。これは政府が環境を整えて教育を良くして周囲の人たちのストレスをなくしてみんなで仲良く助け合う社会ができれば犯罪もなくなります。要するにこれは個人の問題ではなく国家レベルの問題です。私たちマハリシグループは犯罪をなくす活動も行っています。ぜひあなたにも参加していただきたいですし、そうでないとしても応援していただければ嬉しいです。はい、今日の動画はここまでです。超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。私は群馬府で活動しています。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。